はい、久保です。今日は、配送最適化をもっと簡単にというテーマで、配送最適化のシステム、メトロゼロってやつの紹介をしていこうと思います。で、このメトロゼロっていうのは、CM オプトゼロシリーズの、一つで、最適化、配送を最適化するというのを、ウェブのアプリと、Excel のインターフェースを、両方うまく使ってユーザーは慣れてる Excel で入力できて、でそのテンプレートはウェブアプリの方で作ってあげて、それをダウンロードしてアップロードして、で配送最適化っていうのをものすごく簡単にできるというのを目指したシステムです。で意思決定レベルによる分類をすると、これサプライチェーンの供給側から顧客側への流れで、普通ストラテジック、タクティカル、オペレーショナルっていうふうに、長期、中期、短期で分けるんですけど、主に中期から短期ですね。一回ルートを作ると、しばらくは変えないなんていうね、コンビニなんてそんな感じで使ってるんですけど、その場合タクティカルで、日々その運用上ね、毎日毎日ルートを変えてるなんていうとオペレーショナル、両方にまたがった、配送の最適化です。で、場所としては、あちこちで配送するんで、こういうところとこういうところはこう。でもよく使われるのは、このラストワンマイルと言われている顧客に配送するところなんですけど、当然工場から倉庫間の輸送、または調達も同じように配送をしたりします。で、最初は配送計画等から。で、一応、再下流ってありますけど、下流っていうのは顧客側。そうとは限らないんですけど、よく使われるのは再下流の、ラストワンマイルのデリバリーで使われるんですけど、当然デリバリーって配達だけじゃなくてピックアップするのも当然ある、そういうミックスもあるという問題です。で、さっき言ったようにタクティカルからオペレーショナルにまたがっている問題で、配送センターから複数の顧客への、輸送手段、トラックとか船とか、ぐるぐる回れるもので、回って帰ってくる、巡回輸送、配送とかは言うんですけどね。配送っていうとデリバリーだけって感じですけど、本当は運搬経路問題、ビークルラウティングプロブレムっていうので、当然、運ぶだけじゃなくて、持ってくるっていうのもありで。で、これ配送センター1個って書いてありますけど、複数あっても全然問題ない。で、これ実はもう、だいぶ前から、30年ぐらい前からずっと最適化できるんだよっていうのを私宣伝し続けてきて、最近では割と普及してきている。多分日本で一番サプライチェーンのツール、最適化のツールでは、他にもいっぱい在庫とかネットワーク設計とかもあるんですけど、多分この配送が一番馴染み深い、簡単にできるシステムだと思います。で、これが配送計画の概念図なんですけど、一番基本的な古典的なモデルは、この一つのデポ、があって、そこにトラックが何台か配置されていて、それがいくつかの顧客を巡回輸送して帰ってくると。で、顧客のことを重要地点とか言ったり、ぐるって回ってくるこの巡回路のことをルートと言ったりします。目的は総費用とか総時間、移動時間の最小化で、ルート内の顧客の需要量が、ルートってこの1個のぐるっと回ってくるところで、この時の需要量というのがトラックの積載重量上限、容量とか言ったりします、の上限以下になっている。またこのルートでぐるっと回ってくる時の時間が1日の稼働時間の上限を超えない。で、顧客に時間枠といって、何時から何時の間に来てほしいなんていうのがあったりするのが、最近の問題ではよくあります。それを当然満たす。時間枠に入っていない、早く行き過ぎた場合は待ってる。で、最終の時間ですね、最置時刻は、夜遅くは行っちゃいけないなんていうのが普通の過程です。で、他にも、顧客によっては狭すぎて大きいトラック入れないとか、そういういろいろな制約が付加されます。制約はたくさんあるんですけど、そういうのを取り込んだ問題を配送計画問題、ビークルラウティングプロブレムと言います。古くからよく研究された問題で、歴史を言うと、もう1950年以前から、配送じゃないんですけど、輸送問題っていうのが、これノーベル経済学賞を取ったカントルビッチとクープマンズ
なんていうのを言って、研究されていたし、ダンツィックが線形計画を使って、船のスケジュールを解くとかっていうのをやってました。で、そうですね、こっちが船か。ダンツィックのアムザーが1950何年かにタンカースケジューリングを解いたり、で巡回セールスマン問題の最初の論文、ダンツィック・ファルカーソン・ジョンソンの、論文もこの時期です。で、その後、60年から80年は、こういう近似解法ですね、セービング法、確か IBM かなんかが、その非常に高い値段でコンピューターを売るときにこれができますよって言って売ってた。ものすごい悪い近似解法、セービング法と。昔の物流のテキストにはこれがメインの解法として載ってたりします。今ではあんまり教えるべきじゃないと思うんですけど、一応こういうのがあります。あとは、70年ぐらいにギレット・ミラーのスイープ法。これも非常に単純なヒューリスティックスなんですけど、いまだにこういう手法を入れて売っているメーカーもあったりします。騙されるとそういうのに当たったりして海が非常に悪いということが、起きるので気をつけた方がいいと思います。である程度、マシな近似解法出てきたのは1980年代ぐらいからですね。フィッシャー&ジャイクマーの一般化割り当て法というのを使った解法とか、またもしくはそのいわゆる混合整数最適化ソルバーベースで飛行機のクルースケジューリングなんかにこれ列生成法って使うんですけど、そういうのに応用されてきました。で応用もこの時期になると割と増えてきて、いわゆるその地理的データベース GIS システムっていうのが使えるものになるようになってきたので、そいつを使ってちゃんと移動時間を測って事例をしましょうと。地図がないと話にならないんで、この辺になると事例も増えてきました。で90年代ぐらいになるとメタ解法っていうので、ちゃんと作ればですね、ちゃんと作れば非常にいい答えが短時間で出てくる。厳密解は未だになかなか大きいのは解けないんですけど、こういう解法をちゃんと設計して、腕のいいアルゴリズム設計者が作ると、ある程度大きいものまでは高速に解くことができるようになってきてます。これ2000年、本当はもう2020年なんで最近の話もしなくちゃいけないんですけど、もう完全に普及していると私は思っています。ただ未だになんか質の悪いものを売ってる会社もあるようです。で、配送だけではなくて他の、システムとの融合なんていうのも私は進めるべきじゃないかとこの当時2000年ぐらいは思ってました。例えば自動販売機のそのデータを吸い上げて在庫、その配送だけではなくて在庫と融合させてベンダー管理在庫、VMI っていうんですかね、ベンダーマネージインベントリーなんてやるともっと費用が下がるようになっている仕事を、この当時2000年ぐらいですかね、やってました。で、メトロゼロなんですけど、これはメトロっていうのはずっと昔から最適化、ずっとその最適化のエンジンっていうのは実務に向けて実際の問題をいろいろ取り組んで最適化は簡単にできるようにしておいたんですけど、入力結構めんどくさい。で、Excel 形式で簡単なテンプレートを作って、ただしお客さんによってはその時間枠の数が違うとか制約も違うとかというのでデータの入力のフォーマットが違ったりするんですね。そういうのを割とウェブアプリの方で、最初にお客さんのニーズを聞いて実際にヒアリングするように、あなたのところの、そのスキル制約は何通りありますかとか、荷物は重量の他に容量とかパレット数とか冷凍とかいくつその次元っていうんですけどね、ありますかってヒアリングするみたいにしてウェブアプリで聞いてテンプレートを作ってダウンロードしてそこにデータを入力してアップロードすると解いてくれると、そういう仕組みを作りました。で、ウェブのアプリの方で最初に入力するデータは、こういうやつですね。最大のジョブ数いくらですか。ジョブと、後で説明しますね。輸送数いくらですか。運搬車数。この運搬車数っていうのは、ちゃんと最初に運搬車を登録しておいてほしいので、ちゃんとどういう種類の運搬車があってというデータは最初に入れてもらうようになるかと思います。で、容量、次元数、時間、いろんな質問、スキル数、休憩数、あと日付を考慮するかっていうのは日をまたいで、配送したりする場合もあります。その時は何年何月何日何時何分の時間枠とか出発時間はそうとかっていうふうに、年月日を入れる必要があります。そういうのを考慮するかどうか。考慮しないのに年月日入れるのめんどくさいんで、何時何分だけでいい場合は、日付は考慮しないっていうのを入れればいいんですね。でこういう、質問にウェブアプリで、データを入れてダウンロードってするとテンプレートが生成されます。
それにデータを入力すれば、もうデータが出来上がるわけです。で最初にちょっと言葉の定義をしましょう。容量次元数っていうのを最初聞いてました。これは運搬車の積載量上限の種類、次元っていうんですけどね。例えば重量ベースでこうやりたい。6トン、3トン、1トン。これ3つの荷物。で、重さはこうですと。合計10トンです。上限10トンです。ちょっきりですね。で、こういうのを制約としてしたい。他にも容量ベース。重量だけではなくて、傘もあるんで、傘でこれは何粒米なのっていうのを言えます。それがちゃんと上限に入っている。あとパレット数にもなんか、仕組みがあって、パレット数にも上限があったりする場合は、パレット数。他にもなんか冷凍のね、入れ物があったりすると、冷凍の数の重量があったり、冷凍のところの容量があったり。だから、たくさんある場合もあります。で、うちの会社は3つでいいよって言うんだったら、容量次元数3入れると、3つ準備してくれます。で、その3つのところに別々の数値を入れて、トラックの方にも3つ、その同じ長さの次元数で、上限を入れるとちゃんと解いてくれるという仕組みです。時間枠数。ジョブとか輸送っていうのを後で定義するんですけど、それぞれの仕事に対して、時間指定があります。時間指定っていうのは何時から何時までっていうのが、通常の時間枠、タイムウィンドウです。例えば10時から12時の間に来てね。だけど、この間お昼ご飯食べに行くんだけど、1時から3時でもいいよ。3時から5時まではちょっと出かけてくるんで、5時から8時でもいいよ。で、こういうふうに時間枠がいっぱいあったりする場合があります。で、その時間枠の最大数というのを最初に入力すると、その3つ分の時間枠を入れる。これ、最総時刻、最置時刻って言うんですけど、だから6つの列を作って、それをデータを入力すれば、こういう複数の時間枠を考慮できるように簡単にできます。で、スキル数。これもややこしいんですけど、仕事の方には必要なスキルが定義されています。例えばこれお客さんですね。お客さんには、小型が入庫可能かどうかというスキル。これ1ってことは true なので、Python と true なんで、小型が入庫可能でなくてはいけない。さらにクレーン付きでなくてはいけない。で、こういう2つのスキルは定義しておきます。で、このトラックの方、運搬車って言うんですか、運搬車の方にもスキルのベクトルがあります。で、こっちは小型入庫は可能では、ちょっと大きめなんで、可能ではない、スキルを持たないとすると、これダメなんですね。ここは割り当てできない。こっちは両方持っているので、このスキルを全て持っている運搬車でないと、その顧客っていうか、この仕事には割り振れないというふうに定義します。それがスキルです。スキルの数ですね。これがどのぐらいあると、その現実の問題を表現するのに十分なのかというのを事前に決めてもらって、この場合だったら2個というのがあったら2種類というのを入れてもらうと2つ列ができて、そこに1か0かを入力すればいいというふうにできるわけです。休憩数。これもだから稼働時間によるんですね。昼の休憩、夜の休憩、何時間走ったらどのぐらい休憩するというのは一応法令でも決められてるんですけど、普通は無視して解いちゃいます。ただし、ちゃんとやらないと、やはり運転手さんから苦情が来たりするんで、任意の数ですね、休憩。この場合、2つ設けてるんですけど、3つでも4つでも、複数の日にちにわたるような場合は、夜仮眠したりするのもありますので、いくつでも取れる。その時に、何時から何時までという時間枠、11時から14時の間に何分取る。だから、仮眠だったりすると、夜のこういう長い時間帯の間に5時間取るとか3時間取るとか8時間取るとか、そういうのも入れられます。この場合2つ取って、17時から20時までの間は、やっぱり30分ぐらい取ってね。1時間取ってね。っていうので、休憩数2という入れます。後で休憩のデータ、何時から何時まで何分っていうのは別途入れます。はい。で、最初にテンプレート、さっきの質問に答えて、例えば容量次元数2、時間枠数3でやると、こういうシートができます。で、容量次元2なので、輸送量については、これは積み込みと積み下ろし、これはあれかな、輸送といって、ここで積み込んで、ここで積み下ろすというデータの例ですね。で、輸送量については、だから、ここで積んで、ここで下ろすので、積み込み、積み下ろしじゃなくて、ここからここに持っていくというデータなので、容量次元数分2個の列ができている。で時間枠数3なので、これ緯度経度ですね。緯度経度。
で作業時間で、これですね、再送時刻1、2、再時時刻1、再送時刻2、再時時刻2、再送時刻3、再時時刻3、3つ時間枠を作ってくれてます。こんな感じで最初に指定した通りのデータでジョブ、輸送、運搬車、休憩のテンプレートのシートを作って、そのExcel のワークブックをダウンロードすればいいという感じになってます。で、これからその言葉の定義ですね。ジョブ。ジョブって何かっていうと、運搬車が出発した時に積んであって、その量をそのお客さん上で下ろす。これを配達と言います。デリバリーと言います。で、このお客さん上で集荷して積み込んで、このトラックの最終地点まで持っていく。これを集荷と言います。ピックアップと言います。このデリバリーとピックアップを定義するのがこのジョブです。だからこの問題の場合はデポが1箇所じゃないんですね。複数あってもいい。運搬車ごとにどっかで出発してどこで終わってもいい。だからここで積んでるものを持っていくのと、ここで積んでこのままこっちに持ってくるという場合はジョブを使います。でジョブデータですね。そのお客さんの名前、ジョブを処理する、固有の名前を入れて、その作業時間を入れます。で、経度、移動を入れます。で、時間枠は複数入れてもいいわけですね。再送、再地のペアで入れます。で積み込み量、積み下ろし量ですね。デリバリー量とピックアップ量。これも次元語だし、重量ベース、容量ベース、パレット数みたいな、最初に指定した、数で入れる。で、お客さん上での、作業時間ってこれ同じじゃないかな。同じですね。こっち入れないと思いますね。で、スキル。ジョブ処理に必要なスキルを入れます。あともう一個優先度と入れられて、優先度が高いものはなるべくルートの中に入れると。優先度が低いものは今日はやりませんっていうのも、この手の問題は常に実行可能性があるとは限らないんですね。したがってどうしても無理な場合は、このお客さんは、今日は無理、ルートに入れないっていうことをします。その時に優先度を定義できます。で、ジョブと違って輸送というのも定義できます。これは何かっていうと、運搬車の出発地点と到着地点以外で積み込んで、別の地点で下ろすですね。ピックアップ&デリバリーっていうんですけど、そういう場合はこの輸送で定義します。で、輸送量はこれ次元項定義します。で、各積み込みと積み下ろし地点に対して名称、作業時間、経度、移動、あと時間枠で、あとスキル、優先度を定義します。このピックアップ&デリバリーっていうのは、場合によっては非常に便利。乗り合いタクシー問題とか、デポ以外でなんか積んで下ろしたりする、中距離の輸送問題とかでは、こちらの方の、シートを使います。運搬車のデータで、輸送手段を区別するための名称と出発の経度移動、到着の経度移動。これはデポである必要ないですね。デポだとすると、すべて同じこの経度移動をすべての運搬車に対して入れておけばいい。で、別のトラック車庫から出る場合はそこの経度移動を入れておけばいい。で、再送時刻、再時時刻。これはタイムウィンドウ1個です。一番早く出ることができる時刻と帰ってこなくちゃいけない時刻を入れます。積載量上限、これは次元数入れて、運搬車のスキルも入れます。あとその休憩を、どの休憩をその運搬車が取るのかというのを、休憩の数分を1か0かを入れて、この休憩はこの運搬車は必要としているかどうかというのを入れます。休憩データ、休憩の取れる一番早い時刻、遅い時刻とその間に入る時間を分で入れます。はい、以上で、説明が終わったんですけど、これ例題です。いくつか準備してあります。最初の例題は、ジョブ数が12の問題。こんな感じでデータを入れて、この場合は再送時刻、再地時刻、これ2個ありますから、時間枠は2つです。で、積み込み量、積み下ろし量はやっぱり2個あるので、これも次元2個です。スキルも2つあるので、これも2個です。で、あとは、そうですね、それぞれ同じ分だけあって、複数次元を、この時間枠複数とか、複数次元とか、スキルに複数なんていうのに入れても、こうやって定義できるという例になっています。で、輸送数、輸送っていうのはピックアップ&デリバリーですね。これも同じ、時間枠いくつで、次元複数で、これスキル右切れてますけど、複数入っているはずです。
で、運搬車。運搬車の方も同じようにスキル。積載量上限も同じ次元ですね。を入れています。で、休憩数は1で、このトラックとこのトラックは、この休憩を必要。13時から14時までに、60分取る。フルで取るんですね。という指定が入っています。で、実際に解く前に、こういうアナリティクスですね。簡単な分析をすることを、私は推奨しています。いきなり解いて実行不能になると、原因が分からなかったりします。データの入れ違いもある。というので、こういう分析を、別の最適化問題を軽く解いて、超過があれば出てきます。このトラックは超過がしてますと。超過していると当然実行不能になるので、いくつかの、ジョブとか輸送は処理できなくなってきます。で、これは、超過がないと判断されています。超過がなくても回れないこともあります。時間枠の都合とかで。だけどこの場合はその2両だけ見て、超過は多分ないでしょうと。で余裕はどのぐらいあるのかというと、これ見方としては、これ運搬車1、2、3、4と4台定義してました。運搬車ごとに、スキルが違ったりします。容量が違ったりします。したがって、運搬車ごとに、それぞれ余裕が違ったりします。で、この横は、こっちが積み込みですね。こっちが積み下ろし。だから、積み込む方、ピックアップする方が余裕が少ないんですね。これデリバリーの方は多分、みんな、ゼロ。だから、全部集荷するだけのデータ。で、こっちの横のこっちで積み込みか積み下ろしを、区別します。で、こっちの方何かというと、容量次元2つありました。多分重量容量とかで。で、これ見ると、容量次元、2両の次元の1の方が余裕がないんですね。全てに対して余裕がない。次元2の方は、トラック1以外は余裕があると。半分ぐらい余裕がまだあると。ということが見て取れます。で、こういう分析。もう一つ、時間枠分析ですね。で、この問題はいくつかの顧客では複数の時間枠を持っていました。時間枠厳しいのは、いっぱい同じところで並んだりすると、当然トラックが足りなくなります。で、ある事例だったりすると、スーパーだったりすると、朝の10時ちょっと前に、開店ちょっと前にみんな同じ時刻に届けてねっていうと、当然トラックの台数がそこに集中するので、実行不能になります。それを事前にチェックするために、こういう分析をします。ここはピックアップ&デリバリーですね。積み込み時間帯と積み下ろし時間帯。これがあんまり近すぎたり、遠すぎたりすると、あんまりうまくいかなかったりするので、こうやって積み込み、積み下ろし、あとは普通のジョブです。これが輸送、こっちがジョブですね。に対して、こういう分析をしていくことをお勧めしています。で、こういう分析が終わった後に最適化をします。時間を決めて最適化をします。最適化はこの程度だと一瞬です。で、ちゃんと何時にそこに行って、そこに着いて、作業を何分して、で、ちゃんとスキルが入ってるかとか、で、ちゃんと帰ってこれるかとか、で、こういうのが全部表になっていて、これシートごとになっているので、そのシートを印刷して、ドライバーに渡せば、この順に回ってくればいいんだよってことが分かります。この例だと、BAC を回った後に休憩を入れてます。60分休憩をして、また、複数の点を回って帰ってくるというのが見て取れます。で、地図上でも当然見れます。地図は何種類か準備してあるんですが、これはオープンストリートマップですね。で、このオレンジ線がピックアップ&デリバリーです。あとのは普通の巡回になっています。で、これ一個一個ルートをクリックすると、そこだけをハイライトしたり、またはその実際の道路を出したりすることもできます。で、例題2です。今度ジョブ数ちょっと増えて91個、をやってみました。一部だけ表示してあります。で、運搬車数は8台の、その一部ですね。休憩は1個です。で、この場合は、時間枠とか、そういう次元は全部1でやっています。で、これ出てきた、ルートですね。何時についてどうなるのっていうのが、その8台分のトラックにうまく分散されて、これルートです。この場合またちょっと違う地図で出していて、ルートも詳細なルートですね。ここを回ってこう帰ってきてね。この場合多分、ルートの0と3と7をハイライトして、他のルートは書いてないので、一応全部回れていると思います。これガントチャートですね。
ここで待ちが生じてます。これはブレイクですね。多分このトラックとこのトラックは、休憩してねっていう指定が入っていると思います。これ移動してサービスをして移動してサービスしてでこういう図が見て取れます。例題3です。今度はジョブ数20の例で、入れてます。どう入れたかっていうと、多分中規模ぐらいのデータで、運搬者数3で、休憩を2つ入れてます。無理やり休憩を11時から13時と17時から19時というので、みんな休憩を取ってね、というふうに無理やり入れています。で、これルート見ると、休憩を2回、ブレイクと入れているのが見て取れます。これ実際ルートを直線上で、今度は黒目の画面に出して、一応これはマウスオーバーすると、それぞれ点の情報ですね、プライオリティとか、ピックアップデリバリー量なんてのが表示されるようになっています。あとは、点のサイズとか、点の大きさが需要量ですね。点の色が優先度を表しています。こういう可視化はちょっとした工夫がされています。これガントチャートで無理やり休憩2つ入れたので、ここでブレイクして、ここでブレイクしています。実際こっちのブレイクはいらないってことが見て取れます。はい。で、まとめですけど、配送計画、ビークルラウティングプログラムっていうのは、研究としての歴史も長く、実務的に使われているっていうのも非常によく使われている問題だということを最初に紹介しました。で、次にメトロゼロっていう、簡易入力システム、Excel で入力して、ただし、ウェブアプリでテンプレートを生成すると。そうすると簡単にできますよというのと、例題3つばかり。実際は1000点の顧客でも、数千点あっても、数秒で答えが出てくるような最適化エンジンを積んでいます。以上で配送計画についての説明を終わりますが、実際、うちの会社はこういう付加条件がありますよっていうのを、もう30年ぐらい聞いていろいろ入れてるんで、大体カバーしていると思います。実際は、入っていない条件というのは、帰着といって、うまくそのスキルとかね、そういうダミーの点とかを使うと、ほぼほぼ普通の最適化に落ちると思われます。はい、では。